て、今回の深掘りなんですけれども、人間の幸福、それから善と悪のせめぎ合い、そして究極の真理とは何かと。いや、非常に根源的な問いを探るテキストですよね。そうですね。共有いただいた資料を拝見しますと、中心には人間は本来の状態から堕落しているんだと。はい。で、その原因は無知にあるという、これはかなり踏み込んだ主張ですよね。そうなんです。で、今回のミッションとしてはですね、そのテキストが提示する堕落状態、これをどう乗り越えて本当の幸福にたどり着くのか、その道筋を解き明かしていこうと。なるほど。テキストによれば、人は皆幸福を願っている。それはそうですよね。ただ、善に向かおうとする本心と、悪に惹かれる邪心との間で常に揺れ動いている。その葛藤ですか？そうです。この内なる矛盾が多くの苦しみの、根源だと指摘しているわけですね。なるほど。多くの人がどこかで感じるかもしれない、その内面の葛藤という部分ですね。では、その堕落と無知のその関係性、そしてそこからどう抜け出すのかという道筋について、もう少し詳しく見ていきましょうか。はい。テキストでは、この堕落というのは生まれつきというわけではないと。後から生じたものだとされていますね。うん。そしてその根本原因とされるのが無知なんですが、これに2つの側面があると説明されています。2つの側面ですか？はい。1つは、神様の存在とか人生の目的、善悪の基準といった、目に見えない霊的な事柄に関する内的無知。内的無知。で、もう1つが、自然界の法則とか物質的な世界に関する外的無知です。なるほど。内的と外的。それで人類の歴史を見てみると、宗教でその内的無知を、科学で外的無知を克服しようとしてきたというふうにも書かれてますね。その通りです。でもテキストはそれだけじゃ不十分だと。そうなんです。そこがポイントで、科学は確かに物質的な進歩とか利便性をもたらした。けれど、心の渇きとか人生の意味はないかみたいな問いにはなかなか答えられない。確かに。一方で、多くの宗教はどうかというと、内面を重視するあまり、ちょっと現実世界から目を背けがちだったり、あるいは教義の中に矛盾を抱えていたりして、現代社会が直面する問題、例えば有物論の広がりとか、共産主義の挑戦、あるいは根深い人種差別、道徳観の揺らぎといったことに有効な答えを出せずにいるんじゃないかと、かなり厳しい見方をしていますね。なるほど。科学にも宗教にもそれぞれ限界があると。そこでじゃあどうするのかということで、これまでの宗教と科学のその限界を超えて、両者を統合するような新しい真理が必要なんだと、そういう主張につながっていくわけですね。いや、なんだか壮大な話になってきましたね。そうですね。で、その新しい真理が満たすべき条件として、テキストはいくつか挙げています。まず、先ほど触れた人間の内なる矛盾、本心と邪心の葛藤ですね。これを根本的に解決できること。はい。そして、絶対的な善悪の基準。それから、神が存在するならその本質、特に心情と呼ばれる神様の感情的な側面。心情ですか？神様の気持ちみたいな？それに近いニュアンスですね。神の深い思いというか。さらになぜ世界を創造したのかという目的、人間が堕落した本当の原因、それから復帰摂理と呼ばれる考え方。復帰摂理。これは歴史がある種の法則性を持って進んでいるという考え方ですね。これらを明確に解き明かす必要があると。かなり多岐にわたるというか、深い問いへの答えが求められているわけですね。その復帰摂理というのは、歴史は単なる偶然の連続じゃなくて、何か目的を持った流れがあるというような、そういう考え方でいいんでしょうか？テキストの文脈では、そういう理解で良いと思います。歴史をその神様の計画の回復過程として捉えるような視点ですね。なるほど。さらにですね、既存の宗教、特にキリスト教神学が抱える難問、例えば三位一体の解釈であるとか、イエス様の十字架による救いの範囲、その限界、そしてイエス様が再び来るとされる再臨の問題、こういったことにも明確で合理的な答えを与えるものでなければならないと。なぜそこまで既存の神学的な問いに答える必要があるんでしょう？
テキストの論理からすると、それらの問いに明確な答えがないこと自体が、従来の宗教が完全な真理ではないという、証拠だと捉えているようなんですね。なるほど。そういうことですか。ええ。そして、最も重要な点として、この新しい真理っていうのは、人間の学問とか研究、哲学によって発見されるものではないと。神からの直接的な啓示によってのみもたらされるんだと結論付けています。神からの啓示？それはまた大きな主張ですね。はい。そしてテキストは、その啓示を受け、霊界と、現実世界の両方での探求と戦いを経て、この新しい真理を発見した人物として、文鮮明門氏の名前を具体的に挙げています。彼が創始した運動についても、触れられていますね。なるほど。そこで名前が出てくるわけですね。では、その新しい真理によって目指される最終的なゴールというのはどういうものなんでしょうか？テキストが描く最終目標はですね、罪とか苦しみのない理想世界、いわゆる地上天国をこの地上に実現することだと述べられていますね。地上天国。ええ。ということはまとめると、このテキストが言っているのは、人間は堕落によって根源的な無知と内面の葛藤に苦しんでいると。はい。で、既存の宗教や科学ではそれを根本的には解決できない。そうですね。だからそれを乗り越えて、完全な幸福と、その地上天国を実現するには、神の啓示による新しい真理が必要であって、ええ。それがその文鮮明氏によってもたらされたんだと、こういう主張をしているわけですね。まさにその通りです。非常に包括的である意味では、ラディカルとも言えるような世界観と救済論を提示していると言えるでしょうね。なるほど。よくわかりました。さて、今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきました。最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみていただきたい問いかけがあります。もし人間のあらゆる対立とか疑問を解き明かして世界を本当に一つにするような普遍的で、そして神から与えられたとする真理、そういうものが本当に存在していて、私たちがそれを理解できるとしたら、それはあなた自身の生き方とか価値観、そして私たちが生きるこの世界の未来に対して一体どんなインパクトを持つ可能性があるでしょうか。少し思いを巡らせてみていただけたらと思います。